豊臣秀行、天下一のぶっ飛びマシーン、千葉県出身。小田慎太郎、セオリー無視の一発屋、千葉県出身。徳川安兵衛、麻雀理論を全く持たないタコなき男、千葉県出身。明智光一、超合理的理論麻雀を打つ試合巧者、千葉県出身。早見明菜、一応豊臣の恋人、驚異的な月の持ち主、千葉県出身。のん、麺単品3食おやまん。つかなあ、レンチンビーフドライチバイマン図がこれドーン100万図ぎゃポン泣いて飛び出るトリプルローンザギャさあ20箱目乗るかな。俺は乗る方に今日の飯代かけるだ。じゃあ俺は崩れる方。乗った乗った。はい飯おごれよ。何すっかな。くそー、外れた。ということで俺は23万6000点の勝ちね。俺は17万8000点。俺はぴったし20万だ。似ておる。あの若者、わしの若い頃にそっくりじゃ。こいつだ。わしの無花粉打法を伝授するのはこいつしかおらん。じゃあ待ったな。元気出せや豊臣。出すだよ。ほほほほほほ。おほほほほほ。ロン、純ちゃん3食、いいペイコー、おやっぱね。8000点貸しですね。ムカムカ。小沢さんどうも調子が良くないようですね。そうですね。この程度だったら私だってできますよ。ムカ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 。ドーン、麺本三あんこ、卵発ドライチバイマン。ムカムカムカ。おーっとまた振り込んでしまいました。なに、小沢さんはこんなもんでしょ。これは一体。さーて、とうとうお迎えが来たのかもしれませんね。本老本一トイトイトン発ドラさんと言っております。驚きました。今まであれほどつかんかった小沢さんが見事な連続技で朗報いたしました。あれが泣きのポンポコリンという難易度 C のウルトラ技ですね。これは相手に与えるダメージは大きいですよ。これはすごい。一体小沢さんに何が起こったのでありましょうか。まさかあれは。小沢さん5度目の最強位防衛おめでとうございます。オーラスでの反撃は凄まじいものがありましたが、あの時一体あなたに何が起こったのですか。無花粉じゃよ。は？無花粉打法を使ったのじゃよ。無花粉打法？あれが幻の無花粉打法。何なんですかその無花粉というのは。そうですね。
麻雀をやっていて必要以上につかんときは誰だってムカーッときますよね。はい。振り込みが続くとそのムカがやがてムカムカ、さらにムカムカムカとなっていきます。でもその状態もある一線を越えるとと相手の手に対し素直な反応を示すようになるんです。おほう。でこの不運状態になった時、打ち手の心は湧き出る岩清水のように透明な境地に達し、信じられないような月が回ってきます。これがその変化を表したグラフです。これこそ泣く子も振り込む究極の極意、一子相伝の幻の必殺技と言えましょう。無花粉打法恐るべし。俺をこんな山奥まで連れてきてどうするつもりだ。黙ってわしの言うことを聞け。お主麻雀に強くなりたくないのか。勝って勝ちまくり日本最強の雀士として崇められたくはないのか。おめえは一体何者なんだ。わしか。そのうち分かる時が来ようって。わほー、うん、ほほほほ。はあ、書いてある。あの方があの有名な小沢武書房。勝てるかもしれない。あの方について行けば勝てるかもしれない。おみそれしました。百点棒ごときでわしを討ち取ろうなどと1000年早いわ。満点棒で出直してこい。ロン、ピンフンのみ。かなったわけ。誰が上がれと言った。振り込むのじゃ。振り込んで振り込んで振り込みまくるのじゃと言うとろうが。はい。ロン、スーアンコ。黒人無双。ムカ。そうじゃ。これ怒るのじゃ。ロン、大数字。ムカ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 。もっと怒れ。怒りが大きければ大きいほど不運エネルギーの威力はさらに増大する。怒りを体に充満させ爆発させるのじゃ。麻雀は爆発じゃ。ロン、中連ポート。ムカ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 。それ虎じゃ。お主は虎になるのじゃ。ダブロン。ついに後継者が。師匠。見事じゃ豊臣。ついにお主は無花粉打法を得得した。まさに獰猛な虎と化したのじゃ。師匠。今からお主は日本最強の雀士となろう。師匠。日本中の雀士たちがお主の前にひれ伏す時が来たのじゃ。師匠。せめて死ぬ前に金田屋の羊羹が食いたかったわ。中川本舗のくるみまんじゅうが。いい加減にしろ。こんなところにやっと見つけたわ、豊臣くん。豊臣くん、
富くん待って。豊臣くん、何があったの？あのお墓は誰なの？豊臣くん、教えて。俺は虎だ。虎になったんだ。それってどういうこと？小沢武書房との辛く厳しい修行に耐え、ついに幻の無花粉打法を会得した豊臣。もはや豊臣の前に敵は存在しないのだ。立て立て立ち上がれ豊臣、勝利に向けて完全と突き進むのだ。豊臣くん、あの山で一体何があったの？どうして何も言ってくれないの？そう、私には言えないことなの。秋菜ちゃん、もういいの。あなたはもう私の知っている豊臣くんじゃなくなってしまったのよ。こんばんは。ニュースターミナルの時間です。まず今日の最初のニュースを大宮から。日本麻雀界最強と謳われた小沢武書房さん、年齢不詳が1週間ほど前にすでに死亡していたらしいことが今朝明らかになりました。無敵と言われた無花粉打法はこうして謎に包まれたまま、そのたった一人の使い手を失ってしまったことになります。しかし私も知らなかったんですが、幻の無花粉打法の使い手ってまだこの世にいたんですね。和田さん。そうですね、全く残念ですね。私も若い頃祖父からよく噂を聞かされたもんですけれどもね、とにかく麻雀界は惜しい人物を亡くしましたね。我々は元気を出さなきゃいけませんね。ここはね、本当にね、ほんと。謹んでご冥福をお祈りいたします。では次のニュースを大宮から。今日昼頃、世田谷区明大前の雀荘ミスチョイスで何者かが店内の客約20名を麻雀で手玉に取って箱の山に埋もれさせ、それぞれ全治1週間から1ヶ月の心の傷を負わせた模様です。事態を重く見た当局は付近一帯に厳戒態勢を敷き、犯人の行方を追っています。現場から墓林がレポートします。はい、ここは事件があったという明大前の雀荘の通りです。日本にもまだこういう場所が残されているんですね。事件の犯人の手がかりはその後どうですか？はい、今のところ決定的。向こうで何かが起こったようです。墓林さん。はい、墓林です。たった今ここで事件があった模様です。ではインタビューをしてみましょう。一体ここで何があったんですか？無花粉にやられた。梅さん、聞こえましたか？無花粉が現れました。小沢武書房は死んじまったはずだぜ。したっけ？今無花粉にやられたって言ってたど。とすりゃあれは一体誰の仕業だ？やあ、ご無沙汰。豊臣！おめえどこ行ってただよ、1ヶ月も。心配かけちゃって。俺たちおめえと麻雀やるのだけを楽しみに生きてんだからな。警視庁に捜索願いまで出したの。おめえってやつが。つかローン単陽三色ゴンニー。つかむかラーンチュントイトイゴッパ。
むかロン単品イペイコドラドラマンガンむかおめえ何イラついてんだ。楽しくやろうぜ兄弟。久しぶりの麻雀だってよ。くそローン12000。むかローン24000。むかなんだ何が起こったんだ。豊臣、おめえひょっとして無花粉が使えるのか。ハネマン。ダメだ、無花粉打法にはかなわねえべ。落ち着くな。俺たちは今に無花粉地獄にはまって二度と麻雀ができねえ体になっちまうんだ。まさかこの豊臣が例の雀荘嵐だったとは。何言ってるだ。それくらい俺でもできた。そっか、出るか。ピンク。あれま、均一もついてりゃ。これは参ったね、どうも。ほら、玉来た。やめろ。こっちが熱くなったら無花粉の思うツボだ。いつものペースでやるしかないんだ。うっせえ。無花粉だか何粉だか知らねえが、ほら無花のみだ方で十分だよ。さも羽むかくそー。俺もだんだん頭にきたぞ。おりゃ一発もウェアマン。むかこの野郎、俺一人だけ上がらせねえか。おら相撲やっぱね。ロンだそれ当たりだベおらドタガメ相撲だ。さっさと展望払いやがれ。ざまあみそらしど大満だ。早くよこせ。100万だこっちきしゃー。バカめおやばいなクソったり。なんだっつってんだろうが。やる気あんのか下手くそが。そうはいかねで、結局新しくなったあなたは麻雀に勝ったの？アキナちゃん、俺は勝ち負けなんざどうでもいいのさ。自分の納得できる麻雀が打てればそれで十分なんだ。つまり負けたのね。アキナちゃん、豊臣くん。僕ね。いいのよ、何も言わなくても。これでこそいつもの豊臣くんよ。
こうして一子相伝、泣く子も振り込む幻の必殺技無花粉打法は、その姿を伝説という名のもと歴史の中へうずもらせてしまおうとしていた。もしかするとわしのせっかくの無花粉打法を伝える人間を完璧に間違えてしまったかもしれんかもしれんぞよ。ガク、うわ、小沢一生の不覚である。ガク、このままではわし、ガク、一生やってろ。彼はもうかれこれ7年の間天敗したことがない。最後のあの日のことを彼は今でも思い出す。彼の名はサンタクロース。次回、しびれてなんぼ、サンタの町がやってきた。きっと見てね。眠っちゃいや。席が騒ぐな、慌てるな。パイをつかんでば天国のパンの夢が湧く。天風と利子をかける。